皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でお話をしていきたいと思います。はい、皆さんお元気ですか？今日はですね、ノミニケーションについてお話をしていこうと思います。ノミニケーション、聞いたことがあるでしょうか？これはね、造語です。造語。作る言葉と書いて造語って読むんですけど、二つの言葉を合わせて一つの単語になった、そういう言葉です。はい、ノミニケーション。一体どんな二つの言葉が組み合わさっていると思いますか？ノミニケーションの飲みはお酒を飲む飲みと、ノミニケーションのニケーションの部分はコミュニケーションですね。飲みとコミュニケーションを合わせてノミニケーションと呼びます。はい。このノミニケーション、意味は主に職場でお酒を飲みながら交流を深めて人間関係を作ったり、人間関係がうまくいくように働きかける、そういうこと、それをノミニケーションと言います。はい。要は飲み会ですよね。はい。飲み会で話をしてコミュニケーションをとって仲良くしましょう。それをね、ノミニケーションと言います。皆さんはお酒を飲みますか？お酒をね、飲む人だったら共感してくれると思うんですが、お酒を飲んでると、なんか気持ちがオープンになったりとか、普段は話さないようなことも話せたりとかして、なんだかね、人と仲良くなりやすいなって感じることがあると思います。でね、職場とかだと話せないような本音の部分とか、オフィスでは聞きにくいこととか、そういう話を飲みの場所ではできる。だから、コミュニケーションを取るのにいいよね。そういう発想があるからこそできた言葉なんだろうなと思います。お酒を飲みながら親睦を深める。仲が良くなる。それが主な目的です。今回はね、そんなお話を台本なしでしていこうかなと思います。いつもは私、台本を作ってそれを読んでるんですけど、今回はちょっと台本を作らずにお話をしてみようかなと思います。面白いお話ができたら嬉しいなと思うんですけど、よかったら最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、早速、ノミニケーションなんですけど、世間ではね、メリットもあれば、デメリットもあるっていうふうに言われています。まずメリットからお話をすると、さっき言ったようなことですね。職場では言いにくい意見とか、仕事だとね、分かりにくい相手の人間性とか、そういう部分を見れたりとか、知れたりとかするっていうのが、ノミニケーションの主なメリットかなと思います。同僚とかね、上司とか、部下とか、そういう、本来だったらちょっと距離がある人っていますよね。そういう人とも分け隔てなくお話がしやすい。やっぱりそういう場があると、仕事もね、円滑に進みやすくなりますよね。円滑っていうのは、スムーズっていうことですね。うまくね、進めやすくなるっていう意味ですね。あとね、仲間意識ができたりするかなと思います。やっぱり職場だとね、お互いの個人の話とかってする時間とかする機会とかないんじゃないかなと思います。でもね、飲み会っていう場所だったら、もっとね、気を緩めて、相手に興味を持って話ができたりとか、仕事のアドバイスとかもね、もっと気楽にしてもらえたりとかするんじゃないかなっていう。はい。それが、やっぱりノミニケーションの醍醐味ですかね。醍醐味っていうのは重要なポイント。一番大切なところとか、そういう意味です。
はい、醍醐味です。一方でね、デメリットもありますね。デメリットは、お酒がね、得意じゃない人もいて、そういう人にとっては、お酒を飲む場所っていうのは、苦痛な時があるんですよね。それが一番のデメリットかなと思います。やっぱり、お酒を飲むっていうノミニケーションは、仕事の中ではできないですね。仕事としてはできないです。なので、仕事が終わった後とか、業務時間外の活動になります。つまり、例えば家に帰って家族と過ごしたい人とか、趣味に時間を費やしたい人とか、そういう人は、ノミニケーションに時間を費やしたくないなって思う人もいると思います。それにね、やっぱり職場の人って毎日会ってるじゃないですか。ね、だいたい8時間とか9時間以上顔を合わせていて、で、その仕事が終わってからもそのメンバーと仲良くしなきゃいけないっていうのは、もしかしたらね、人によってはもういいよって思うかもしれないですよね。やっぱり仕事のメンバーで飲みに行こうってなると、断りづらいなーっていう風に思う人はいると思うんですね。でもやっぱり職場でね、コミュニケーションは大切だからって思って、気が重いなって感じながらも参加をしなきゃいけない。そういうふうに思っている人にとっては、ちょっと苦痛な時間になるかなと思います。だしね、もしそれで行きませんっていう風な選択をした場合、多分その飲み会に行ったメンバー、自分以外の飲み会に行ったメンバーは、どんどんね、仲良くなっていくと思うんですよ。大体ね、そこで打ち解け合って、で、お互いのことを知って仲良くなっていくので、自分だけ行かないってなると、仕事でもね、なんかやっぱりうまくコミュニケーションが取れなかったりとか、なんか居心地が悪くなったりとか、することもあるんじゃないかなと思います。皆さんはノミニケーションについてどう思いますか？これは皆さんの国でもあるお話なんでしょうか？日本ではね、やっぱりお酒を交わして仲良くなるっていうのがある文化なので、どこの会社でも、飲み会に行くっていう機会とかはあるんじゃないかなと思います。それについてね、楽しいって思う人もいれば、めんどくさいって思う人もいると思います。私はね、お酒が好きだし、お酒の場もね、結構好きなので、職場の人と仲良くなるために、ある程度だったら飲み会も全然参加しますね。でもやっぱり、すごく疲れてる時とかは、早く家に帰って休みたいなって思うし、やっぱり場合によりますよね。だし、メンバーにもよりますね。仲良くなりたいなって思う人たちだったらいいけど、なんかすごく仕事でも意地悪だしっていう人ばっかりだったら、参加はしたくないですよね。でもね、案外そうやって居酒屋でね、話をしてみたら、何思ってたよりいい人だったとか、そこで仲良くなれて仕事でもうまくいくようになったとか、そういうこともあると思うので、行かず嫌い行かないで嫌だって思ってしまうのは、ちょっともったいないんじゃないかなと思います。何事も経験をしてみるのがいいんじゃないかな。ということでね、今回はノミニケーションについてお話をしました。皆さんの国でも似たような考え方とか文化とかあるでしょうか？あるいは真逆で、もう絶対それは許されてないみたいな、そういう文化のところもあるんでしょうかね。はい。ぜひお話を聞かせてもらえたら嬉しいです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。こういう動画が面白いと思ってくれた人は、チャンネル登録といいねボタンとコメントで教えてください。また別の動画でお会いしましょう。またねー。